それでは2026年3月期第2四半期の決算説明をさせていただきます。で、まずアジェンダなんですけれども、こちらのようになっております。では、まずエグゼクティブサマリーから入っていきます。で、2026年3月期の第2四半期なんですけれども、売上高はですね、引き続き安定した成長を維持しておりまして、で、売上高が増えたことに加えまして、広告宣伝費などをですね、効率的に運用することによって、営業利益率が大幅に改善しております。で、クラウド事業に関しましては、楽々明細においてはですね、競争激化っていうのがあるんですけれども、楽々生産、楽々勤怠っていうところの好調でですね、全体としては計画に対して上振れて推移しております。で、IT 人材事業はですね、こちら、絶好調な状態が続いておりまして、非常に稼働率も高く良い状態ですね。で、2026年3月期に関しましては、業績が堅調に推移していることを踏まえまして、通期計画を上方修正させていただいております。またこれに合わせましてですね、利益も増えておりますので、配当の増額っていうところもさせていただきました。で、事業トピックとしてはですね、先週末発表させていただきました、プラスアルファコンサルティング社との、資本業務提携っていうところと、あとはですね、メールリーダーハイハイメールをですね、楽々クラウドにブランド統合しております。で、この10月からですね、ベースアップっていうところを行って、より作用力の強化、あとはですね、あのーまあ、社員のですね、努力っていうところにしっかりと報いていくっていうところをやっていっております。それでは2019年3月期第2四半期の連結業績になります。で、売上高ですね、25.1% と堅調に成長しておりまして、それに合わせてですね、各段階の利益とも大きくですね、増えております。で、純利益に関しましてはですね、第一四半期にカオナビ社の株式を売却しましたので、こちらのですね、特別利益を含んでいる状態でございます。で、売上高とですね、営業利益の推移なんですけれども、売上高がですね、伸びてきておりまして、それに合わせてですね、営業利益率っていうところも改善していっているような状況でございます。で、こちらがですね、第四半期の連結業績の概要ですね。売上高が25.1% 累計でですね、伸びまして、各段階利益ともですね、しっかりと大きく伸ばすことができております。で、こちら、セグメント別のですね、業績になります。で、クラウド事業、IT 人材事業ともにですね、しっかり伸ばすことができておりまして、で、営業利益率っていうところもですね、どちらも、改善しているような状況でございます。で、人件費と広告宣伝費の推移になります。で、人件費なんですけれども、上半期採用の遅れっていうところが生じておりまして、それによってですね、人件費自体は計画を下回る状況でございます。で、広告宣伝費はですね、責任をしておりまして、おおむね計画通りにですね、使えている状況でございます。で、こちらがオフィス賃料と外注費の推移でございます。で、人員増に伴いまして、オフィスは拡張して賃料が増加していると。で、外注費も増加しているんですけれども、このあたりはですね、楽々請求の機能開発を外注しておりまして、その外部リソースの活用に伴いまして、外注費が増えているような状況でございます。で、こちらが営業利益の前年同期比の増減要因ですね。クラウド事業、IT 人材事業ともに売上高が増えまして、で、人件費、広告宣伝費、その他費用の増加っていうところを吸収してですね、しっかりと営業利益が伸びています。で、連結貸借対照表はご確認いただければと思います。で、キャッシュフローなんですけれども、営業活動によるキャッシュフロー、あとは投資活動によるキャッシュフローっていうところで、フリーキャッシュフローが非常に大きく伸びております。
で、一方でですね、配当及び自社株買いっていうところを行いましたので、財務活動によるキャッシュフローはマイナスなんですけれども、全体としてですね、現金、増えておりまして、非常に良い状況でございます。それでは、各事業に入ってまいります。まずはクラウド事業からですね。で、クラウド事業なんですけれども、主力サービスの堅調な伸びによって売上高がしっかり伸びて、そしてですね、営業利益率っていうところも30%弱っていうところまで増えてきております。で、こちらがですね、ARR とストック売上高比率になるんですけれども、引き続きですね、90% を超えるストック売上高比率になっておりまして、で、ARR もですね、500億円弱、もうすぐですね、500億円に到達するようなところまで来ております。で、こちらがですね、サービス別の売上高となっております。で、楽々クラウドをですね、中心に成長は継続しておりまして、それ以外もですね、しっかりと2桁台の成長っていうところを実現しております。全体としてですね、引き続き成長が継続している状態でございます。で、こちらですね、顧客数の説明グラフに関してなんですけれども、今回からですね、少し変更させていただきまして、従来であればですね、累計導入者数っていうところと、新規の顧客数っていうところでグラフを作っておったんですけれども、今回からですね、より分かりやすく、より、なんていうんですかね、財務に直結したっていうところを表現するためにですね、アクティブ顧客数、これはですね、解約したお客様を控除した数字ですね。っていうところと、あとは四半期のそのアクティブ顧客数の純増っていうところをグラフとして、追加して、おります。で、従来のですね、グラフに関してはアペンディックスの方に移動してございます。で、こちらがですね、楽々生産のアクティブ顧客数及び解約率の推移となっております。で、この第2クォーターですね、非常に好調な状況でございまして、新規受注もですね、思ったより取れており、あとはですね、解約率っていうところもしっかりとですね、抑えられている状況でございます。そういった意味ではですね、楽々生産、大要件の追い風が止んで、競争が激化したっていうところがあったんですけれども、その競争環境っていうところをですね、しっかりと制御できている状況だっていうふうに思っております。で、いつも申し上げておりますですね、第3クォーター、新興クォーターのですね、新規受注数はですね、楽々生産においてはだいたい600件ぐらいっていうところを見込んでおります。で、こちらがですね、楽々明細のアクティブ顧客数及び解約率の推移となっております。で、今、楽々明細のですね、アクティブ顧客数は13,316社となっておりまして、で、このクォーターもですね、しっかりと受注ができております。で、解約率に関してもですね、見ていただいたら分かるようにですね、しっかりと解約率ですね、抑えられておりますので、楽々明細に関してもですね、解約っていうところと新規受注っていうところは、第2クォーターしっかりやれてきたのかなと思っております。で、一方で、第3クォーターに関してはですね、新規受注を750件程度と見込んでおりまして、で、これはですね、前年の同クォーターよりも、受注数がですね、新規受注数が少し減る見込みでございます。で、この要因といたしましては、昨年のですね、10月に郵便料金の値上げによる一時的な需要拡大があったので、それによる影響っていうところもあるんですけれども、一方で思ったよりもですね、この請求書関連のですね、DX、お客様が紙でやってたものを、IT 化するっていうスピードがですね、思ってたよりも遅いっていうふうに感じています。そういった意味ではですね、当初の期待値よりかは、新規受注っていうところが少なめになるのかなというふうに見込んでおりまして、それに合わせてですね、計画っていうところも修正していく必要があるのかなと思っております。
ただ、全体感としてはですね、しっかりと、楽々生産であったりとかですね、楽々勤怠あたりが好調でございますので、しっかりとですね、全体としては、計画の実現というところには、特に支障がないかなっていうふうには見ています。で、こちらが楽々販売ですね。楽々販売に関しては、受注堅調に推移しておりまして、こちらですね、解約率が、昨年のですね、値上げの影響が残ってまして、やや高めっていうところになっております。ただ、第3クォーター、第4クォーターっていうところでですね、このあたりをしっかりと制御していくことによって、解約率の低減っていうところはやっていけるっていうふうには思っております。それでは次、IT 人材事業の方に入ってまいります。で、IT 人材事業なんですけれども、エンジニア数がですね、堅調に推移しておりまして、あと、稼働率がですね、非常に高い状態でございます。で、直近採用をですね、進めておりますので、この第2クォーターはですね、営業利益率が、少し下がっておるんですけれども、全体感としてはですね、非常に、人材の採用っていうところも、あとは稼働っていうところもですね、しっかり作れていますんで、非常に良い状態、多分これまで一番いい状態じゃないかっていうふうに思っております。それでは2026年3月期の連結業績計画に入ってまいります。で、今回、上期ですね、計画より、いい状態で進捗しておりますので、売上高っていうところをですね、修正させていただきました。で、それに合わせてですね、営業利益、あとは純利益、配当っていうところも修正させていただいております。で、こちらが中期経営目標になるんですけれども、1番、2番、3番、売上高成長っていうところも、純利益っていうところも、純資産っていうところもですね、この2026年3月期ですね、達成見込みとなっております。で、こちらがですね、3月期の通期の修正計画となっております。で、売上高ですね、600億円っていうところに到達しまして、それに合わせてですね、各利益っていうところもしっかりと出していると。で、配当金もですね、増やさせていただいている状態でございます。で、こちら、セグメント別の通期の修正計画となっております。で、クラウド事業単体でですね、500億円を超えてきておりまして、IT 人材事業もですね、期初の計画よりも上振れた状態で推移している状況でございます。あとはですね、営業利益率っていうところも計画値よりもですね、高く、IT 人材事業、クラウド事業ともにですね、実現することができております。で、こちらがですね、人件費と広告宣伝費の修正計画となっております。で、ベースアップを10月から実施してですね、それを入れた数字になっております。で、上期ですね、採用っていうところが、計画よりもですね、苦戦したっていうところがあって、通期でもですね、人件費っていうところは、少し下がった状態ではございます。ただ、この採用計画自体がですね、もともと上期にですね、前倒しで採用するっていうふうに組んでおりましたので、特にこの採用がですね、後ろ倒しになったことの影響っていうのは、そんなにないのかなっていうふうには思っています。で、あと、広告宣伝費に関しましてはですね、抑制しつつ効率が良いところにですね、投資を行っている状態でございます。で、オフィス賃料と外注費なんですけれども、オフィス賃料はですね、計画通りに推移しておりまして、で、外注費に関してはですね、計画費では抑制できる見通しとなっております。で、こちらですね、楽々生産の、あれですね、ですね、設定代行あたりをですね、内製化を行っているんですけれども、それが、しっかりとできているんでっていうところで、少し外注費が抑えられた計画に対してっていうような状況でございます。で、連結営業利益の、修正要因なんですけれども、売上高で6億円増えて、
で、あとは人件費っていうところで5億円ほど、抑制されて、で、国庫年費は積み増していますね。で、その他費用っていうところで、外注費あたりがですね、少し抑制できまして、結果として160億円というところが実現されている状況でございます。で、こちらは株式分割なのでご確認いただければと思います。で、利益増えておりますので、EPS っていうところも合わせて、もちろん増えていると。で、これ、分割後の EPS で33.54円っていうところになっております。で、それに合わせてですね、株主還元っていうところで、株式分割後で、3.4円の配当をする見込みでございます。あとは、事業トピックですね。で、次期中期経営計画の方向性なんですけれども、IT ユーザー事業ですね、これ売却する方針でございますので、クラウドフォーカスっていうところで、次の中継からはクラウドのみに事業がなります。で、2番目にですね、クラウドにフォーカスすることによって営業利益っていうところを、営業利益率ですね、っていうところをしっかり向上させていければっていうふうに思っております。で、通常、SaaS ですと、ルールオブ40っていうところは言われてるんですけれども、ラックスとしてはですね、ルールオブ50っていうところを目指していきたいと思っています。で、3番目にですね、次期中継、キャッシュフローがですね、大きく増大していくんですけれども、キャピタルアロケーションとしてはですね、M&A に優先的に配分していければっていうふうに思っております。で、今回ですね、プラスアルファコンサルティングさんの株式を4%強持たせていただいたんですけれども、すぐに連結化とかっていうわけではなくってですね、こういった出資をしつつ、緩やかな連合体構想っていうところも含めてですね、SaaS の中でですね、プレゼンスっていうと上げつつ成長を目指していければっていうふうに思っております。と同時にですね、株主還元というところも並行して強化していく方針でございますので、また次の5月にですね、このあたりをですね、しっかりと発表させていただくことができるかなっていうふうに思っております。で、次期中継に向けたですね、成長戦略なんですけれども、一つはですね、従前から申し上げておりますように、エンタープライズっていうところをしっかりとやっていければっていうふうに思っております。で、今回のですね、プラスアルファコンサルティングさんとの資本業務提携っていうところもですね、双方の強みっていうところを活かして、もちろん SMB、MMB っていうところでのプレゼンスを上げていくとともにですね、よりエンタープライズっていうところを攻略していくっていったような布石の一つでございます。で、クロスセル戦略としてですね、市場の成熟化に伴いまして、新規契約の獲得の難易度っていうのはさらに高まるっていうふうに思っております。で、これはですね、おそらく SaaS 業界全体で起こることだと思ってますので、その中でですね、今の顧客基盤というところをしっかりと活かしてですね、複数の商材をお客様にご利用いただけるようにより推進していければっていうふうに思っております。で、あとはですね、AI 戦略っていうところで、AI の機能をですね、どんどん実装していってますんで、それがですね、お客様のお役に立つレベルっていうところをですね、しっかりと達成していくことによって、次期中継において、AI 機能によってアープっていうところが向上できるのではないかっていうふうに思っております。なので、エンタープライズをしっかりと攻略して、クロスセルを行って、さらに AI 機能っていうところを実装していくことで、アープを上げていく。このあたりをですね、次期中継においてはしっかり取り組んでいければっていうふうに思っております。で、プラスアルファコンサルティング社との資本業務提携についてなんですけれども、株式をですね、4%強持たせていただいて、あと、まずはですね、楽々人事労務っていうことで、タレントパレットの一部機能をですね、SMB 用に切り出して、私どもがですね、OEM 供給を受けて拡販していければっていうふうに思っております。で、こちらをですね、販売開始時期未定となっておるんですけれども、第4クォーターにおいてですね、販売スタートできればっていうふうには思っております。ただ、今期
への業績への影響っていうのはですね、もちろんそんなにはないですので、次の中継に向けてっていうところではございます。で、次にメールディーラー、ハイハイメールっていうところをですね、楽々クラウドっていうところにブランド統合して、あとはですね、サービス名称もメールディーラーから楽々自動応対、あとはハイハイメールからですね、楽々メールマーケティングという形でですね、ブランド統合っていうところを行っております。で、あと、AI 絡みの、ニュースというか、なんですけれども、楽々自動応対の方にですね、AI エージェント機能の第2弾というところを実装しております。で、基本的にですね、今、楽々自動応対に関してはですね、一旦 AI 絡みの機能をですね、無料で、搭載していってですね、より、精度みたいなものを上昇させていくことで、付加価値を上げてお客様のお役に立てるようにしていくっていうところを、まずは推進していっている状況でございます。で、あと、楽々販売にですね、AI アシスト機能っていうところを搭載いたしまして、楽々販売ですね、やっぱり設定が難しいっていうところがですね、問題になっておったんですけれども、それをですね、AI がアシストすることによって、お客様にとってもですね、私どものカスタマーサクセスにとっても、より設定しやすいっていう状況を作る狙いで、この機能を実装しております。で、最後、ベースアップについてっていうところで、この10月からですね、平均3%ですね、給水準っていうところを引き上げております。で、上期のですね、採用っていうところのですね、遅れっていうところもございまして、この10月からですね、ベースアップを行うことによって、より採用力をアップするとともに、あとはですね、日々頑張ってくれている社員により報いるっていうところで、これを10月からですね、前倒しして、実現しております。で、これはもう計画数値へ入っておりますので、今回のですね、情報修正はですね、これを含んだものとなっております。で、最後ですね、サステナビリティレポートの2025を発行しております。で、当社の事業活動や成長戦略、サステナビリティに関する考えを体系的に整理したレポートとなっております。はい、以上簡単でありますけれども、2026年3月期第2四半期の決算説明とさせていただきます。